心からのご挨拶を皆様へ。私はこの11月にシルベストル音楽院という自分の名前のついた学び屋の開校記念コンサート第1弾が催されることを非常に光栄に思っています。それ以上にと言ってもいいでしょう。400年前にイタリアで始まったオペラが遠く離れた日本の皆さんに今でも変わらず愛されていることをとても嬉しく、また誇りに思います。歌は人々の魂の表現、そして全ての表現であると言っても過言ではないかもしれません。私たちの人生のさまざまな時を刻んでいるからです。私たちは自分が経験した重要な出来事をその時に流行っていた曲と結びつけて記憶することがよくあります。私の母も含めて職人さんたちが日々のお仕事をしている際、歌いながら作業をしていたことをよく覚えています。歌うということによって辛いお仕事であっても楽しく快活に行うことができたからです。私たちはみんな歌うのが好きだと思います。歌うことを愛していると思います。しかしながら全ての人々が職業としての歌い手の声を与えられているわけではありません。だからこそ職業歌い手はその奏でる音楽からまた歌からほとばしる喜び、心が震える体験を観客にもたらし魅了させるという任務があるのです。ここからいくつかオペラ歌手という職業に就く際に、またオペラ歌手として経験を積み上げていく際に整えておくべきことをアドバイスとしてお話ししたいと思います。まずオペラ歌手として適正の声である。それは言うまでもなく基礎的なことであり、絶対の必須条件です。でもそれだけではないんです。もちろん美しい声は必要ですが、もちろん素晴らしい揺るぎのない技術が必要です。音楽性の高い声、歌にするなどと私たちの声をより微細に調整しなければならないので、その術を知らなくてはなりません。でもまだそれだけでは十分ではないのです。知識、教養は絶対です。そして独創性、カリスマ、聴衆の心をつかんで離さない吸引力、職業としての高い能力、とても大切です。知識、教養は楽譜の中に書かれたものを読み解く際にとても役立ちます。歌詞の奥深さを読み取ることにも頻繁に使います。物語の行く末を捉える際、物語の中に出てくる歴史的背景を把握する際にもです。これももちろんですが、正しい音程感、全体の和声感を把握することも必要です。またオペラに描かれている役柄の心情、感情を最大限に表現できるように自分自身に十分消化させておくこともです。とても重要なことは、歌い手が描かれた役柄そのものを知り尽くし、さも本人であるかのごとく自らの手によってその役を築き上げなければなりません。この歌い手の力量こそがうまいけれどごく普通の歌い手と偉大な芸術家、スター歌手との大きな差を生むのです。そのことを裏付けるのがあのミレン・ラ・フレーニです。一つのオペラに出演する際には最低でも6ヶ月の準備をすると私に言っていました。そのオペラの特性、役柄、解釈が難しいところ、表現が難しいところ、歌の技術的な面で難しいところ、そういったところも全部含めて彼女のものに仕上げ、聴衆にそれを投げかける、そういった積み上げこそが彼女が大スターであり続けた努力でもあるのです。独創性、カリスマ性があるということは、観客に楽譜に書いてあるものだけでなく、劇場での経験をはじめ日常生活で経験したもの、日々のこと、その全てを吸収し、それを劇場空間に声に乗せて伝えるということができるのです。聴衆の心の中にスーッと入り込んでしまえる、すごく大切な、そしてそれは貴重なことです。その代表格、マリア・カラスがスカラ座で歌った椿姫、これを決して忘れることができません。鮮明に今でも残っています。何が特別だったかといえば、
彼女は椿姫を演じていたのではなく、もはや彼女自身が椿姫そのものだったからです。マリア・カラスの持っている声自体は、フレーニア・テバルディのように神様から特別に与えられた美声ということではありませんでした。彼女の歌、演技、表現、それは誰も真似できない唯一無二なものです。椿姫だけではありません。ノルマもジョコンダもトスカも、数多くの作品で彼女のその高い芸術性が聴衆をまさに虜にしたのです。その素晴らしい表現力、高い芸術性の追求には声楽的な技術力の高さも当然に必要でした。声を完全にコントロールできるからこその聴衆を魅了し続ける歌唱でもあったのです。それが偉大なカラスとして世に語り継がれていく存在を築いたのだと思います。そして本当の芸術家は決して現状に満足することはないということです。もっともっと向上し続けて、その先のもっともっとを求める。そのようにしてさらなる高みへと進み続けるのです。また皆さんご存知のプラシド・ドミンゴは本番の際、録音・録画をしてもらい、本番後にはすぐにホテルで確認をして、客観的な耳で、目で確認をし、改善点はないか、直すべきところはないか、良くするにはどうするべきかを検討することを習慣にしていました。これは真の実力のある芸術家の素晴らしい例ではないでしょうか。もう一つの大切なこと、それはレパートリーを大切に選ぶことです。声にはそれぞれ特徴特性があり、みんな同じ声ではありません。どの役にも適しているなんてことはないのです。声に合っていないオペラは選ばず、適役を選んでください。レパートリーにできる声に合ったオペラは、声がより伸びやかになったり、むしろ歌うことの後押しになります。劇中なぜかとても声が出やすいということもあります。その逆で、声に合っていないオペラは、歌手生命にとってとても危険です。時には声帯の健康を失わせてしまうこともありますので、そのいい方の例として偉大なテノール歌手アルフレード・クラウスは私にもたくさんの貴重な素晴らしいアドバイスをくださいました。彼は輝かしい経歴の持ち主ですし、歌い手として長く現役で活躍し続け、亡くなる少し前までその実力を維持させていました。それは本当に少しのオペラしか出演しなかったからです。声に合わないオペラには絶対に出演しませんでした。しかし彼がレパートリーとしていたオペラは右に出る者が誰もいない。誰もが彼を頂点と認めていましたし、有無を言わさずトップ中のトップに君臨していました。ですから皆さんも決して声に合わないものを歌わないようにしてください。特にデビューしたての皆さん、デビュー前の準備中の皆さん、よくよく吟味して自分の出演すべきものを選んでください。師匠にアドバイスをもらいながら決めてください。教える側の皆さんも声のこと、体のこと、オペラのことをよく理解して助言できるように励んでください。時に教える人としてのスキルが足りていない指導者もいますから、指導者のアドバイスがあなた方にとって本当に役に立っているのか、それによって改善されているのか、明確な指摘があるのか、これはとても大切です。声を健康に保ち、長くキャリアを積むためにもこれらのことをよく守ってくださいね。先ほどお話ししたフレーにも自分の声帯に合っていない作品への出演にはとても慎重でしたよ。やはりラボエム、シモン・ボッカネグラ、ドン・カルロなどのレパートリーは本当にものすごく素晴らしかったです。一歩一歩を確実にして決して焦らず、じっくりと自分の声とレパートリーと向き合ってください。このいくつかのアドバイスをお伝えしたのを最後にお別れをしたいと思います。皆さんに口づけを。バイバイ。シルベストロ。今日のような特別な日に来日をして皆さんと共に過ごすことができず、とても残念です。でも近い将来、日本で皆さんに会えると思いますので、その時にまた。皆さんに口づけを。バイバイ。シルベストロ。